頭の中でこうイメージ作って描けそうだなと思った時にキャンバスに描く。黒い線と背景の間に見る人があってほしいなっていう。題材というのはいつもやっぱり生活に密着したところで日々感じることとか思うことをやはり表現していきたい。二度と描けないというか、やっぱその時その時に一生懸命描いてるものですから。私は絵描きの家に生まれたんですけれども、父が絵描きで美術にあふれた生活をしていたんですけれども、父がそういう仕事をしているために拒絶をして、一応理数系の方が得意だったので遺伝子工学に興味があって、そっちの方の大学に進もうと思っていた高校3年の途中でやっぱり絵が描きたいと思って、そして美大に行きました。当初は段ボールを使ってそれに黒い糸で線を縫い付けるという、そういう仕事をずっとしてたのが、まるで糸を垂らしたような糸をそのまんま今度はパステルで描いて表現する風に変わっていったと思います。でこれがその初めてやった展覧会で、もう等身大ですから、この頃はもう無我夢中ですので。ただ今回初めてこうやって自分の作品を振り返ってみて改めてびっくりしたんですけれど、いつもなんか私の作品の中には同じ構造があって、この作品と今これ比べていただいてもちょっとお分かりいただけると思いますけれど、その背景の色面というか色彩と手前の黒い線の二重の構造で作品がいつも構成されていると思います。これは命を抱くというか、そういうイメージで描いたんですけれども、卵を抱いている人をまた抱いているっていう、そういう抱擁みたいなイメージで。私はいつもその黒い線と背景の間に見る人があってほしいなっていう、そういう感覚で描いていました。この頃に私は2人子供が生まれるんですが、本当に大変なドタバタした毎日だったんですけれども、できなくて描けなくて、やっぱり時間が圧倒的に足りないとか、絵を描く前にいっぱい充電しなきゃいけない、その充電の時間がないっていうことで、だんだん自分が痩せていってしまっているのがとっても辛くて、もうやめてしまおうかなと思う時に、とにかく私の夫はとにかく続けて、やめなければいいんだからっていうことで励まされてきた、2,3 年なんですけど、でも今考えてみると苦しいからいっぱいいろんな作品できてるんですけど、大変な時こそ仕事を始めるとまた楽しくなるし、絵を描いてりゃ機嫌がいいというか。でちょうどこの頃に9.11事件があって、皆さん経験されたと思いますけれど、自分の今までやってきたことの意味とかを再認識するというか、ビルに取り残されていた人たちが最後に見た光というか、こんな感じだったのかなと思って、もう本当にこの時はどういう意思でこういう絵を描こうなんていう境地ではなくて、祈りを込めたような、もう無我夢中で描いた絵なんですけど。でカルブはもうすごい大きなショックを受けた後にやってくる静寂というか、でこれは一枚一枚で作品になっていて、全体で見ると背景に笑ってる人の顔があるんですが、手は祈りの手を描いたんですけど、
手の形だけを見るとそれが骸骨に見えるような感じで描いたんですね。悲しというのはその悲しいという意味と古典的には嬉しいという意味も含まれる。悲しみっていうものを感じる時に生きる力、喜びみたいなものにちょうど合っていると思ってる。でこの頃バングラデシュのビエンナーレに参加させていただくことになって、すごく驚いたのが大変貧しい国の一つと言われているバングラデシュ、特にその大洪水かなんかに見舞われて路頭に迷っている人たちの記事を見ても、なぜかそのバングラデシュの人たちの目は輝いていて、ニコニコ笑ってるのがすごく強烈でに感じて、どうしてだろうって思った時に、やっぱりその死を身近に感じている人っていうのはむしろ生きてるっていうことの喜びをすごく感じるっていうことなのかなと思って、そしてじゃあ日本はどうだろうって考えた時に、むしろ日本の若い人たちは脆いでだんだん自殺する人が増えているとか、命に対する意識っていうものがすごく薄いのかなって、それはやっぱり暮らしがあまりにも豊かであるからゆえに、どこへ持ってっていいか分からないそういう若い人たちの苦しみとかそういうものを感じて、それを花で表現しようと思ってチューリップになるんですけど、たまたまある時いただいたチューリップのブーケが次の朝見てみたら、花瓶からこうストーンとこう首を垂らして、もう机にぶつかりそうになって首を垂れてるのを見た時に、垂れてることもびっくりしたんですけど、それでも一生懸命こう頭を持ち上げようとしているそのチューリップの茎がすごく美しいと思って、その辺にその日本の人たちもそれでも生きようとしているっていうものを感じて、じゃあこれを表現したいなと。原種っていうのはもっとトルコとかの岩場に咲いている首の短いチューリップだって聞いてるんですね。で花がもっとちっちゃくて葉っぱがいっぱいあって、野草のようなチューリップをその観賞用に改良に改良を重ねて出来上がっているのが今お花屋さんに並んでいるチューリップですから、すごく無理な形にされていて、ものすごく大きな花にされていて、で長い茎のところについてるんですけれど、すごくこう限られた環境の中でしか生きていけないっていうか、死なない枯れないっていうような状態で保たれている花の象徴のように思って、それが今の日本の若い人たちというかにちょっと重なるように私は思ったので、それがこうくたっとしてしまったのを見た時に、これは表現につながるかなと思ってこの形にしました。これは花瓶からこう八方にチューリップがこう垂れているイメージなんですね。これは和歌山にある紀南総合病院っていうのが今度新しくできたんですけど、そこへ寄贈作品として依頼を受けまして、これは小児科ということなので絵本みたいにして糸電話で旅行するという設定なんですけれど、季節の春夏秋冬っていう旅と、それから朝からお昼夕方夜までの旅とで、だんだん冬っぽくなってきて、最後糸電話を持っている人がこの子の隣にいるんですけど、多分見てるあなたっていうことで、ずっと引いてみるとこの糸でつながっているということなんですけど、待合室の前ですからベンチの前にこの絵が置いてあるんですけど、だいたい疲れてしまった子どもとか時間に飽きた子どもはベンチでゴロンとするでしょ。でその時にこうひっくり返ってみると、これが全部逆さ絵になっていて、こうやって見ていただくと、これは雨が降っているで水たまりがある絵になったりとか、夜空を鳥が飛んでるっていうか、そんなことをちょっと楽しませてもらったり、患者さんがこう安らぐ絵というか、そういう枠があることでとても新しい発見が私自身もありましたので、面白い経験でしたけど。
私の題材というのはいつもやっぱり生活に密着したところで日々感じることとか思うことをやはり表現していきたいと。で芸術のための芸術というようなことは私は自分で増えてだと思いますし、特に自分が結婚して子供ができても日々の生活に追われているとますますそういうところから離れて、もう今自分が生きている毎日のことをやはり題材にしたいなという、それしかできない。私はだからチューリップが頭を垂れているイメージで描いたんだけれど、多くの方がね、これは祈っているおばあさんが正座をしてみんなで輪を描いてお尻を上に向けてるみたいだ。でそれが昇天していくみたいだっていう、そんなことを言う方もいらっしゃるし、私のだから描きたかった理由とか目的はもちろんありますけど、そうやっていろんなふうに解釈していただけると私は嬉しいので、視覚でお話ししてるわけだから、見る方も自分なりの解釈で感じる方がいらしたら立ち止まって見ていただくということで書いています。これはこの前まで使ってたアトリエです。昔はパチンコ屋さんだったところなんですけど、パチンコ屋さんっていうのはアトリエにぴったりなとこで、換気扇が揃っていることと電圧が高いっていうことと間口が広いので作品の出し入れがとてもしやすいということで、10年ほどここに借りておりました。でこの鏡があるのがまた作品を見るのにすごくいいんですね。これ元々作ってたんですね。もうこの筆はもう15年ずっと使っているので丸坊主に剥げてますけど、絵の具は結構私はこれぐらいしか使わないので10色もないですね。これが大事な箱なんですけど、メモ書きだとか記事とかそういうものが入ってます。書くまでの時間が長いです。書き始めるまでの時間がすごく長くて、その箱があるんですけれど、そこの中にメモがいっぱいあるんですね。で、それをたぐる時もあるし、それから普段思っていることを文章にすることもあるし、それからドローイングいっぱい書くんです私は。でそうやっているうちに煮詰めてくるっていうか、温めてきて、書けそうかなと思った時に一気にキャンバスに書きます。でこれ書く時ってまず背景書くんですよ。それで大体おおよそのイメージはあるんですけど、一発で書くわけですからすごい緊張するんですけど、不思議なもんで、例えばコンピューターが今ありますから、コンピューターの上で書こうと思ったら重ねられるんですけど、で私それもやってみたんですけどできないんですよね。やっぱり全然終わりがないっていうか決まらないんですよね。やっぱ体感がないっていうのかな。で書いてるうちに自然に体が動いてくるっていうか、形が決まってくるんですよ、おのずと。やっぱりこの目の前に立って想像しないと書けないっていうか、私が燃え上がってこないんですよね。そういうこの油絵の具の厚みだとか、それからここにあれがあるからこうなってっていう、私自身の対話っていうのを私楽しんでるのが私のプロセスだと思います。昔はやっぱり絵を描こうとしすぎていたんですけれど、いやそれでも一生懸命描いてるんだけど、最近はもうそういうことじゃなくて半分祈りみたいな、もう人がどう思うといいわっていうか、やっぱり描こうとしてることがすごく自分の生活に近いことですから。バングラデシュの時に実感したのは誤診だったんですけれども、私がもしかしたら乳がんかもしれないっていうことを先生に告げられて、その死に対する恐怖感っていうか、そういうものが本当に自分の経験になっちゃった。それまでは本の中で読んでいたそういうこと概念がもう自分の生身の恐怖感になって降りかかってきた時に、もうそれはだから表現じゃなくて祈りになっちゃうっていう、私自身がその絵を描くことで救われたいっていうか、すごい壮絶な苦しみの中でその子供をどうしようとか、そういうところで描いた作品っていうのはもうですから祈りですよ。でやっぱりそこで私はその辺で仕事していきたいと思います、いつも。
とにかく前の仕事を振り返ってじゃあ今度はこういう展開にしようっていう仕事ができないので、もう単発でその時その時瞬間で燃え上がってますので、例えばこうバックボーンになるような思想もないですし、もう分かんないです、次どうなるか。だから多分二度と書けないっていうか、やっぱその時その時に一生懸命書いてるものですから。